やっと車両に着手します。前回はね、鍵、キーレスのカバーをやってましたけど、重い腰が上がり、やっといよいよ車両に取り掛かります。まずはソレノイド系かね。夢ある車 FD3S 復活への道ボリューム7ということでね、今日はいよいよ車両に取り掛かります。前回まではワイヤレスキーレスカバーのね津軽縫いっていうのをやっていきました。何にしろ車両に取り掛からなければ車は動きません。動くんだけどね、問題になってる箇所、ソレノイドユニットっていうのをね摘出していきましょう。出していこう。まずはいろいろと外さなきゃダメだろうな。ソレノイドだと思うから、パリパリ。ソレノイド関係がこの下、このアクセルワイヤーもひどいなこれ。大丈夫なのこれ。ていうか手届くこれ。この下だな。だからまずソレノイドを外すためにこれを外すんだ。よし、やっていこう。よし、待ってて。ではまずはタワーバー外していこう。買った。よいしょっと。外れましたと。これはしばらく外していきましょう。これやよっこれ11思った危ねえ、マジで危ねえ。ではねパイピング、こっちからか。ここだね。買った。パイピングやらいろいろ外していきます。インマリの下にソレノイドユニットがあるので、あそこまでアクセスするためにインマリを外さなきゃダメなんですよ。そう、クーラントの配管があるから、水出るの嫌だなと思ったんで、ここにつなぎっぱなしでいきます。あそこはスロットルボディがあるところはね、そのままつなぎっぱでやっちゃおうと思って。でね、インマリも外しにかかります。でいろいろね、不圧の線、コネクター関係、いろいろね接続されてんだよね。であそこのインマリの下にそのソレノイドユニットはごっそりあるので、いろいろ見当たるビスを外します。でね、アクセルワイヤーがスロットルボディについてるから、アクセルワイヤーを外すでしょ。でそうすると意外とフリーになるので、そうするとねインマリが上に持ち上がってくるはずです。これね、本当にいろんなものがくっついててね、本当になかなか動きません。本当に動かない。でああだこうだやってるうちにね、どんどんねばらせてきます。でね、マニホールドの中、あそこねいろんなもの入らないようにガムテープをねしておきましょう。あそこねボルトなんか落としたら終わったも同然だね。だからね、あの辺はね全部ガムテープでね塞いでおいて、あとはね本当にコネクター関係、不圧の線だとかいっぱい刺さってます。そう、これでねグイッと持ち上げれば、クーラントの配管外してないんで、ああいう持ち上げ方です。そうするとねソレノイドユニットにねアクセスできるんでね。そう、ここで怪しいのがあったんだよ。ソレノイドユニット外そうと思ったら、もうすでに外れてた配管、ほらこれがあったの、あれと思って、これ抜けてんじゃんって感じです。抜けてるってことはこれつなげば別に元通りになるんじゃないと思って、これ別に今外したわけじゃないんですよ。
これ抜けてたんです。あれこれってもしかして戻せば治るんじゃないみたいな淡い期待をしながらね、必死につなぐことをね考えました。でね、どこから外れてたかさっぱりわからない。そう調べたらインマイのさらに下なんです。なんていうのかな、本当に根元、そうここに入ってんの。ここから抜けてたの。手も入らんしね、必死必死、こんな体勢でやってね、マジで大変。どうにかこうにかやりました。どうにかこうにか入れてね、組み直していきましょう。One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down.そうなんか違うんだよ。なんか違うんだよね。まだねどっか悪い感じがします。なのでね、外した。そして摘出スーパースキップです。2回やったね。外すまでアクセスして組んでまた外してでね、摘出しました。それのユニットそれごと摘出します。いろんな配管類コネクター類ついてます。コネクタなんか7個ついてるのかな。配管もね不圧の配管ごっそりあります。本当に整備性悪い車。何なんだろうこの車。ってことでね、外しました。それのユニット。不圧の配管が1本抜けてて、それで治るかなと思ったけど、なんか違うんだよね。でそれを組み直して入れ直してまた組んでエンジンかけて、吹き上がりはいいんですよ。ただ盛大にアフターファイヤーボッカンボカンなってたね本当に。動画じゃね聞こえないんだけどすっごいなってた。ショート動画っていうのでね、明日ぐらいにねその動画上げます。すんげえボッカンボカンなっててね、これ絶対にここじゃないと思ってね、で外しました。それのユニット。そう今ねこんな感じになってます。絶賛分解中。
これね次ね上がります。次の動画でねどこが悪いのか。意外とねすげえ悪かった意外とすごい悪かったって話もないけど、悪い箇所がねいっぱいあったね。だから配管も悪かったんでしょう。そしてこのソレノイドユニット、これソレノイドユニットこうね、なんていうのかな、7個のこのバルブっていうのかなで止まってるんですよ。まあそれぞれね配管があるんですけど、止まってるってわけじゃねえな、7個の配管じゃねえな、このバルブユニットがあるんだけど、それがくっついて1個のユニットになってるんだよね。それをまあばらしました。でまあこれ一個一個まあねテスター当てて抵抗値確認したらね、なんと7個中3個ダメだったの。まあそれね次の動画チェック動画っていうのをね次動画上げますけど、すごい悪いね。でとにかく整備性が悪い FD って。ロータリーってみんななの本当にとにかく整備性が悪い。 GTO の整備性も悪いと思ってたけどその日じゃないね。とにかく整備性悪い車だな本当に。まあいいや。ということでね、復活に向けて次回ねこのソレノイドユニットどうなっていたのか見ていきますんでね、次回も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。